英語学習の時間がやってまいりました。皆様、いかがお過ごしでしょうか？今回は NBC ニュースのニュース動画を使って、新しい英単語、表現を覚えながら、ネイティブアメリカン・イングリッシュの発音、スピード、アクセントに慣れて、私たちの英語力をどんどん上げていきたいと思います。今回のニュース内容ですけれども、今日ですね、アメリカのフェデラルリザーブ、連邦準備制度局が金融政策会議を行って、金利を上げるのか、何%上げるのか、そういった話し合いがありますけれども、その見通しについて議論されている動画を使って、私たちの英語力上げていくとともに、今どのようなニュースが報道されているのか、アメリカのエコノミストはどのように考えているのか、円安、円高、このフェデラルリザーブの動き気にされている方も日本にも多くいらっしゃるのではないでしょうか。一足先に情報を取りながら英語学習をして英語力もアップする一石二鳥な感じで今日も進めていきましょう。この動画を区切りながら見て、その部分に出てくる単語表現、そして詳細の意味を字幕を使いながら押さえて私たちの英語力アップしていきたいと思います。気に入ったら英検1級家事チャンネルのチャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。英検1級家事チャンネル登録者数1000人。では早速この動画を使って英語力アップしていきましょう。Let's get it started. では、左側の動画を区切りながら確認して、部分で出てきた単語、表現、意味を捉えながら英語力アップしていきたいと思いますので、集中してまずは左側の動画ニュース聞いていきましょう。It's been a nice rally for the last month, I would argue. And look, it's no secret that the big story this week is the Fed, and today is an anticipation of what we might hear from them tomorrow.This rally, much of it was predicated on the idea that there might be some sort of dovish language or some sort of language that would encourage people that there was, we'll call it a slowdown coming in hikes. But if everybody saw that JOLTS number today, that just reinforces the fact that this labor market continues to be tight, reinforces the Fed's discomfort with this tight labor market, and the fact that, in my opinion, they still need to hike through the end of the year and not necessarily stop after that.It's a foregone conclusion. まずここまで聞いてみましたので、この部分ですね、紐を解いていって詳細確認して、内容を理解していきたいと思います。まず、It's been a nice rally for the last month ですね。先月はナイスラリーだったと言ってますけど、ラリーっていうのはやりとりですよね。まあ株式市場で株を売ったり買ったり、金融市場でドルを売ったり買ったり、まあそういうラリーが続いていたということですね。そして I would argue という表現ですけれども、これですね。I would argue. I would argue. 私はこう主張したいです。私の意見はこうです。という時に使いますね。I would argue. こう言うだろう。こう主張するだろう。ということですね。I would argue. で、この方はですね。Look って言ってますね。Look というのは、何かですね、注目してほしいときによく言いますね。Look, ちょっと聞いてよ、ちょっと見てよという感じで、注目を集めるときに。And look ということで、It's no secret that the big story this week is the Fed ということで、It's no secret that 何も秘密なことではないけれどもということですね。The big story this week is the Fed ということで、今週のビッグストーリー、まあ大きな話題は Fed。Fed というのはアメリカの連邦準備局ですね。日本の日銀にあたるところですけれども、今週の大きな動きっていうのは、この Fed の動きです。ということで、今日ですね、政策会議が開かれますけれども、引き続きですね、インフレ対策のために大幅な金利、上昇させるのではないかという憶測が飛んでいますけれども、そのことを言ってますね。And today is an anticipation of what we might hear from them tomorrow ということで、今日はですね、anticipation というのは、まあ、期待とかですね、予想することですけども、what we might
hear from them tomorrow. 明日、them というのはフェドですね。連邦準備制度局から聞くことをアンティシペーション予期しているのが今日であるということで、今日水曜日がですね、この会議があるんですけれども、このニュースというのは火曜日ですので、明日と言っていますね。そして、次のチェックしておきたい単語ですね。このドビッシュですね。dovish, ドビッシュラングエッジで使われていましたね。ドビッシュ。ハトハという意味ですね。dovish, タカハハトハとか日本語でも聞いたことあると思いますけれども、ドビッシュというのはハトハ。どういう意味かというと、一番わかりやすかったのはこれですよね。一般的には恩恵的な、平和的、保守的な考え、そうした思考の人をハトハというわけですね。過激ではない、恩恵派をハトハと言いますね。そして、経済関連ではハトハ、ドビッシュというのは、景気の見通しに対して慎重、または弱気、こういう見方をする人をドビッシュというわけですね。dovish, ですので、ここではどう使われているかというと、dovish language or some sort of language that would encourage people that ということで、this rally というのは、このやりとりは、much of it was anticipated on the idea that それらの多くは was predicated ですね。predicated on, predicated on 前提にしているという意味ですね。predicated on 覚えておきましょう。predicated on, much of it was predicated on the idea that 今回のやりとり、その多くはwas predicated on 何々ということを前提にしている the idea that この考えを前提にしているということですけれども there might be sort of a dovish language there might be some sort of a dovish language 穏健派、ハト派のような感じですねの考え方 or some sort of language that would encourage people that encourage というのは人々を奨励するとか勇気づけるそういう意味がありますけれども、人々に対して、そのことをですね、奨励するような some sort of language、そういう言葉という考えに predicated on predicate これでしたね。predicated on, 前提としていますと言ってますね。そして、there was, we'll call it the slowdown coming in hikes ということで、we'll call it the slowdown coming in hikes この hike っていうのは上げるっていう意味ですけども、ここでは金利の話になってますので、金利をですね、slowdown coming 上げること、その金利の引き上げ率っていうのを slowdown 落とすんではないかと言われています。but ですね、if everybody saw this jolt number today今日のですね、jolt number を見ると、ということです。jolt number というのは、求人労働移動調査という意味ですね。jolt number。job openings and labor turnover survey ということで、労働ですね。労働の移動に関する調査という、この数字を見ると、今日のこの数字を見ると、That just reinforces the fact that this labor market continues to be tight ということで、reinforce というのはこれですね。reinforces, 強化するとか補強するっていうんですね。reinforces the fact that この事実を強化しています、補強しています。that というかですけれども、this labor market continues to be tight ということで、アメリカの labor market、雇用、労働市場というのは continues to be tight 引き続きタイトである。という意味ですね。tight、これですね。固く結んだとか、きつい、しっかり固定したと。変わりないですかね。隙間のない。tight, tight ですね。reinforces the Fed's discomfort with this tight labor market ということで、discomfort with 覚えておきましょう。discomfort with, 不快感という意味ですね。discomfort with。
ですので、ここはですね、The Fed discomfort with this tight labor market. Fed 連邦準備制度局は discomfort with this tight labor market. この厳しいですね。タイトなレバーマーケット、労働市場を discomfort with 心地よく思っていない。快適に思ってない。いいと思ってないということですね。And the fact that そして、in my opinion 私の意見とするとですね、they still need to hike through the end of the year and not necessarily stop after that ということで、この女性ですね、このアナリストの方は、they still need to hike through the end of the year ということで、今年の終わりにかけて need to hike ですから、連邦準備制度局を hike 金利を上げる必要が still まだあると私は考えています。そして not necessarily not necessarily で決して何々ないということですけども stop after that、その後もですね stop というのは金利を上げることを決してやめるということもないかもしれないと、こういうことですね。ではこの部分ですね、出てきた単語表現、そしてニュースの意味捉えましたので、もう一度このネイティブイングリッシュ、スピード、アクセント、発音に慣れて出てきた単語、表現しっかり覚えて自分のものにして英語力アップしていきましょう。では集中してもう一度聞いていきましょう。It's been a nice rally for the last month, I would argue. And look, it's no secret that the big story this week is the Fed. And today is an anticipation of what we might hear from them tomorrow. This rally, much of it was predicated on the idea that there might be some sort of dovish language or some sort of language that would encourage people that there was, we'll call it a slowdown coming in hikes. But if everybody saw that JOLTS number today, that just reinforces the fact that this labor market continues to be tight, reinforces the Fed's discomfort with this tight labor market, and the fact that, in my opinion, they still need to hike through the end of the year and not necessarily stop after that. さあ、どうでしたでしょうか。やはり2回目聞いた時の方がですね、ネイティブの早いアメリカン・イングリッシュがススッと耳から入ってきて理解できたのではないでしょうか。では次の部分集中して聞いていきましょう。It's a foregone conclusion. They have to. I mean, that's the whole idea. They've been pretty clear about this, and they would lose credibility, the Fed, if they didn't do this. Stephanie, I wonder, though, as you take a look at the way things are playing out right now, there's an argument to be made that the markets have fallen by enough where they've already factored in many of these moves. But then the other side of the argument is, no. Inflation is still a very persistent problem. We got a long ways to go. The terminal rate, so to speak, is still way off in the distance. さあ、ではこの部分ですね。右側の字幕使って紐解いていきましょう。この男性の司会の方がですね、自分の少し意見を述べた後に質問を振るという場面でしたね。It's a foregone conclusion. コンクルージョンというのは結論ですけれども、その前にですね、結論を修飾する foregone というものがついてますね。この foregone チェックしておきましょう、意味。これでございますね。Foregone conclusion. foregone conclusion 当然の結論。初めから分かりきっている結論。避けられない結果っていうことですね。Foregone conclusion. His defeat is a foregone conclusion. 彼の敗北は foregone conclusion。初めから分かっている、見えているっていう感じですね。当然の結論。Foregone conclusion. 覚えておきましょう。声に出して。ですので、it's a foregone conclusion. 当然の結論だと思います。結果だと思いますと言ってますね。They have to. They have to っていうのは、Federal Reserve ですね。連邦準備局のことを指しますけども、連邦準備局は have to しなければならない。I mean, that's a whole idea. 全体的な、アイデア考えですということですよね。They've been pretty clear about this. 彼らはこれについて pretty clear. pretty っていうのは可愛いという意味ではなくて、very と同じですね。とても明確ですっていうことですね。方針が明確なんだっていうことですね。They've been pretty clear about this. And they would lose credibility, the Fed, if they didn't do this ということで、they would lose credibility というのは、credibility というのは信頼ですよね。これでございます。
credibility, 信頼性ですね。日本語でもクレジットカードというのは、あれは日本語に訳すと信頼カードですよね。先にカードで買っても後でちゃんと払うからっていう信頼のもとに使えているカード。クレジットカードですね。信用カード。credibility. 覚えていきましょう。they would lose credibility the Fed if they didn't do this ということで、もしですね、金利を上げなかったら連邦準備局が lose credibility 信頼性を失ってしまうだろうと言ってるわけですね。そして、ステファニーっていうことで話しかけて、I wonder so ちょっと wonder というのはどうかなとこう思っている感じですね。I wonder so ちょっとどうかなと思ってるんですが、as you take a look at the way things are playing out right now there ということで、right now there ということで、今まさに起こっている playing out 起こっていることをですね、things ことを take a look at、見るとですね、there's an argument to be made that こういう、議論もあると思うんですとこう話しかけてるわけですね。argument これですね、argument discussion debate argument このあたりと同じですね。argument こういった考え方もあると思うんです。どんな考えかざっといいかですね。The markets have fallen by enough where they've already factored in many of these moves ということで、マーケット、市場はですね、have fallen by enough 十分に落ち込んできているという考えですね。where they've already factored in many of these moves ということで、市場を見ているとですね、金利を上げるとどうなるかというと、お金を借りにくくなる。金融引き締めですから、景気がですね、落ち込む。こういう懸念が元からあったんですけれども、そのことについて言及してるわけですね。The market have fallen by enough where they've already factored in many of these moves. But then the other side of the argument, しかしですね、もう一方の議論では、No, inflation, still a very persistent problem ということで、もう一つの要素としてはインフレですね。アメリカのインフレ、非常に歴史的な高さですけれども、still a very persistent problem。persistent というのは長く続く、永続的なっていうですね。このインフレというのが長く続いていると。長く続いている永続的な問題になっているということで、景気が落ち込むというよりも、違うと。インフレがずっと高い方が問題なんだ。こういう議論もありますね。We got a long ways to go. そしてこの二つがですね、待っているので、long way to go. 長い道が待っていると。The terminal rate, so to speak, is still way off in the distance. こう聞いてますね。terminal rate. The terminal rate. 何かというとですね、下に、説明出てますけれども、政策金利の最終到達点、着地点の金利水準ですね。The terminal rate. 覚えておきましょう。The terminal rate. The terminal rate. そして、so to speak。so to speak というのは、いわばとか、言ってみればという言い回しですね。表現ですね。覚えておきましょう。so to speak。日常会話でもよく使いますね。言ってみれば、こういうことですかみたいな。so to speak。ですので、the terminal rate, so to speak, is still way off in the distance ということで、terminal rate。最終の政策金利の着地点。言ってみれば、それは still way off in the distance。still way off in the distance。way off というのは離れている状態ですね。in the distance 距離がある。ですので、まだ遠くに離れてということで、最終到達金利というものはまだまだですね、遠く離れている。わからないんでしょうかとこう聞いてるわけですね。では、この部分、単語、表現、ニュース、内容の詳細捉えましたので、もう一度、ネイティブアメリカン・イングリッシュ、しっかり集中してリスニングして、私たちのリスニング力アップ、単語力アップ、そしてネイティブの早い英語に慣れていきましょう。
It's a foregone conclusion. They have to. I mean, that's the whole idea. They've been pretty clear about this, and they would lose credibility, the Fed, if they didn't do this. Stephanie, I wonder, though, as you take a look at the way things are playing out right now, there's an argument to be made that the markets have fallen by enough where they've already factored in many of these moves. But then the other side of the argument is, no, inflation's still a very persistent problem. We got a long ways to go. The terminal rate, so to speak, is still way off in the distance. さあ、どうでしたでしょうか。2回目聞いた時の方が、ネイティブアメリカン・イングリッシュ。ススッと耳から入ってきて理解しやすかったのではないでしょうか。では次の部分ですね。聞いてみましょう。集中して。Right. So for the Fed to pivot, they have two things that they're watching, jobs and inflation. And as Liz just mentioned, we just had 1 more million job openings out there. I mean, it was huge. That was a huge number, right? So the job market remains very strong. The inflation market, part of the market, is also very strong, right? I mean, you had an ECI at 5.2% year over year. You had core PCE at 4.9% year over year. That's well above the 2% that the Fed really wants. So I don't think the Fed is going to pivot. And I, by the way, don't even care if they do 50 or 75 in December, because it's not going to matter. They're going to have to stay higher for longer. And that's why I don't think they're going to pivot. And that's why we're rallying. We could give it back. Now, that being said, we're down 19% on the year, right? Expectations are really low. Sentiment is really, really low. And seasonally, this is a good time in the marketplace. The fourth quarter is usually the strongest, especially after midterm elections. So I get why we're rallying, but I don't think it's because of the pivot, and I don't expect the Fed to pivot. さあ、いかがだったでしょうか。この女性のですね、この女性というか、経済評論家の方のですね、意見を紐解いていきたいと思います。ピボットという単語が出てきましたね。企業経営などにおける方向転換や路線変更を表す言葉ですね。pivot ですので、so for the Fed to pivot、連邦準備局が方向転換をするためですね。is they have two things that they're watching。確認している、見ている、注視しているものが two things 二つあるということで、それは何かということと、jobs and inflation ということで、仕事ですね。そして、インフレということで、job というのは、雇用ですね。雇用情勢を見ている。そして、インフレを見ているということですね。And as Liz just mentioned、前に出てきた女性のリズさんが just mentioned、ちょうど言ったように、We just have 1 more million job opening out there. Out there というのは市場に1 more million jobs openings。まだ満たされてない求人が1 more million jobs opening。まだ100万件あるということですね。求人というのは非常に多い。まだ満たされていないということですね。I mean, it was huge. それは大きな数字です。That was a huge number, right? 大きな数字ですよね。So the job market remains very strong ということで、job market、労働市場は remains very strong。remain というのはまだ何々の状態であるということですけども、very strong。とても強い状況にあるということですね。求人というのはとても多いと。こう言ってるわけですね。The inflation market, part of the market is also very strong, right? ということで、インフレもですね、マーケット。市場におけるインフレもまた very strong。とても高い状態ですよね。I mean, you had an ECI at 5.2% year over year ということで、この ECI とは何かということを確認する必要がありますね。ここでは。ECI は 5.2% ですと言ってますね。year over year。ECI これですね。Economic Complexity Index。どういうものかというと、国家全体など巨大な経済システムの生産力の特徴を測る全体的な指標であるということで、ECI 覚えておきましょう。Economic Complexity Index ですね。ECI が 5.2%。year over year というのは前年比ですね。前年に比べて ECI、Economic Complexity Index が 5.2%。そして、you have core PCE at 4.9% year over year。前年比で PCE も 4.9% です。ということですね。core PCE。
では、この PC とは何か知っておきましょう。Personal Consumption Expenditure ですね。個人消費支出ですね。覚えておきましょう。個人消費支出も前年比で 4.9% ということですね。高い値であるということですね。That's well about 2% that the Fed really wants ということで、この数字というのは、Federal Reserve、アメリカの連邦準備局が求めている 2%、2% よりも well above、はるか上を行っていますということですね。So, I don't think the Fed is going to pivot ということで、ですので私は I don't think 思わないということで、Fed is going to pivot 方向転換をするとは思いませんと言ってますね。ですので、この方は引き続き、連邦準備局は金利を上げていくんだろうとこう予想しているわけですね。そして、by the way, don't even care if they do 50 or 75 in December because it's not gonna matter ということで、そして、they don't even care。care というのは、気にするということですけども、even care、they don't care。they don't even care で気にしないだろうと。if they do 50 or 75 in December 12月にですね、50、75。これは 0.5、0.75% 金利を上げるかもしれないということですけども、その数字というのはあまり気にしていないだろうと思うということですね。because it's not gonna matter ということで、matter というのは問題という意味ですね。ここでは it's not gonna matter ですから、問題ではないと言ってるわけですね。その数字が 0.5 引き上げるのか 0.75 引き上げるのか12月に、それは問題ではないと言ってますね。They're gonna have to stay higher for longer. 高い金利で長く have to stay とどまらなければならないんですとこう言ってますね。That's why I don't think they're gonna pivot and that's why we are rallying ということで、ですので、これが why I don't think 思わない理由ですね。They're going pivot。連邦準備局が pivot 方向転換をすると思わない why 理由です。そして that's why we are rallying。そして私たちがラリーしている理由なんですとこう言ってますね。We could get it back. Now that being said, we are down 19% of the year, right? ということで、down 19% というのは、これまでのですね、アメリカの株式市場が 19% ダウン、下がっているということですね。Expectations are really low. Expectation というのは、期待という意味がありますけれども、are really low. とても低いですと。Sentiment is really, really low. ということで、sentiment というとですね、市場や商品などに対する消費者の感想や感情のことですね。sentiment。ですので、sentiment is really low。感情、期待値というのはとても低いということですね。and seasonally、季節的に見ると、this is a good time in the marketplace. The fourth quarter is usually the strongest, especially after midterm elections ということで、第4四半期というのは usually 通常はですね、最も strongest、市場が強い、景気がいい時期なんだということですね。そして especially after midterm election。アメリカでは11月中間選挙がありますけれども、特に中間選挙の後というのはですね、選挙が終わって一段落して、皆さん買い物に行ったりするので、strongest。景気的には非常に強い、四半期なんだということですね。So, I get why we are rallying, but I don't think it's because of the pivot and I don't expect the Fed to pivot. ということで、このままですね、この方は連邦準備局というのはインフレを抑え込むために、景気はわずかですね、少し悪くなってはきているけれども、このまま金利を上げてインフレ抑制の方に重点を置くんではないかと、こういう意見をされてますね。では、この部分、出てきた単語、表現確認しましたので、もう一度、この女性の Native American English チェックして、確認した単語、表現、意味、しっかり自分のものにして、英語力高めていきましょう。では、集中して聞いていきましょう。
Right. So for the Fed to pivot, they have two things that they're watching: jobs and inflation. And as Liz just mentioned, we just had one more million job openings out there. I mean, it was huge. That was a huge number, right? So the job market remains very strong. The inflation market, part of the market, is also very strong, right? I mean, you had an ECI at 5.2% year over year. You had core PCE at 4.9% year over year. That's well above the 2% that the Fed really wants. So I don't think the Fed is going to pivot. And I, by the way, don't even care if they do 50 or 75 in December, because it's not going to matter. They're going to have to stay higher for longer. And that's why I don't think they're going to pivot. And that's why we're rallying. We could give it back. Now, that being said, we're down 19% on the year, right? Expectations are really low. Sentiment is really, really low. And seasonally, this is a good time in the marketplace. The fourth quarter is usually the strongest, especially after midterm elections. So I get why we're rallying, but I don't think it's because of the pivot, and I don't expect the Fed to pivot. So, Josh, there are so many. さあ、いかがだったでしょうか。やはりですね、一度目よりも単語確認、表現確認をして意味を捉えた二度目の方が、ネイティブアメリカン・イングリッシュがススッと耳から入ってきて、理解できたのではないでしょうか。ではですね、この経済関連の話題もしっかりとネイティブの英語を理解できるように、もう一度ですね、初めから終わりまで、今度は字幕なしでですね、確認をして、集中して、リスニング、耳を研ぎ澄まして聞いてですね、私たちのリスニング力アップ、そしてこういう経済の話題にもですね、ネイティブの経済の話題にもついていける、そんな、使える英語力をアップしていきたいと思います。そしてですね、このフェデラルリザーブ、連邦準備局の動きというものがですね、今話題の円安円高、どう動くのか非常に、関連しておりますので、そのことを気にされている方もたくさんいるのではないでしょうか。それをですね、予想するのに非常に重要な話題、話されていますので、しっかりチェックしていきましょう。では、初めから集中して字幕なしでチェックしていきましょう。It's been a nice rally for the last month, I would argue. And look, it's no secret that the big story this week is the Fed. And today is an anticipation of what we might hear from them tomorrow. This rally, much of it was predicated on the idea that there might be some sort of dovish language or some sort of language that would encourage people that there was, we'll call it a slowdown coming in hikes. But if everybody saw that JOLTS number today, that just reinforces the fact that this labor market continues to be tight, reinforces the Fed's discomfort with this tight labor market and the fact that, in my opinion, they still need to hike through the end of the year and not necessarily stop after that. It's a foregone conclusion. They have to. I mean, that's the whole idea. They've been pretty clear about this, and they would lose credibility, the Fed, if they didn't do this. Stephanie, I wonder, though, as you take a look at the way things are playing out right now, there's an argument to be made that the markets have fallen by enough where they've already factored in many of these moves, but then the other side of the argument is, no, inflation's still a very persistent problem. We got a long ways to go. The terminal rate, so to speak, is still way off in the distance. Right. So for the Fed to pivot, they have two things that they're watching: jobs and inflation. And as Liz just mentioned, we just had one more million job openings out there. I mean, it was huge. That was a huge number, right? So the job market remains very strong. The inflation market, part of the market, is also very strong, right? I mean, you had an ECI at 5.2% year over year. You had core PCE at 4.9% year over year. That's well above the 2% that the Fed really wants. So I don't think the Fed is going to pivot. And I, by the way, don't even care if they do 50 or 75 in December, because it's not going to matter. They're going to have to stay higher for longer. And that's why I don't think they're going to pivot. And that's why we're rallying. We could give it back. Now, that being said, we're down 19% on the year, right? Expectations are really low. Sentiment is really, really low. And seasonally, this is a good time in the marketplace. The fourth quarter is usually the strongest, especially after midterm elections. So I get why we're rallying, but I don't think it's because of the pivot, and I don't expect the Fed to pivot. So, Josh, there are... さあ、いかがだったでしょうか。ネイティブアメリカン・イングリッシュ。経済の話題聞き取れましたでしょうか。アメリカのフェドがですね、今日会合を開いて金利を上げるかどうか、
何%上げるかどうかという話し合いをしますけれども、今回の動画ではですね、大方の見方で、このまま金利の引き上げを維持して、今回も上げるのではないかという話でしたね。さあ、いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習。アメリカ NBC ニュース動画を使って、経済関連の話題、連邦準備局がですね、金利を上げるかどうかについて議論されている内容を使って、新しい英単語、表現、そしてネイティブアメリカン・イングリッシュに慣れて私たちの英語力アップしてみました。さあ、連邦準備国の動きが気になるところですけれども、円安円高も含めて今後の世界経済がどう動いていくのか非常に注視していきたいところですね。引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますので、気に入ったらチャンネル登録、高評価、シェアよろしくお願いいたします。目指せチャンネル登録1000人超え。Thank you very much for watching my video till the end. I hope you could get new English vocabularies and expressions and information in English from this video about the market situation in United States and whether Federal Reserve will raise interest rate again or not. So I hope you will check my next video again. Let's improve our English skills step by step together. Thank you for watching and have a good day. Goodbye.